固めの部屋。いや、朝ごはんだと思うじゃん。まさかのディナータイムっていう。ディナーってできるかもね。いや、店だけどなんか結構汚くて掃除するのにめっちゃ疲れた。じゃあ大浴場行ってきまーす。はい、お疲れ様でした。乾杯。あ、冷えてない。めっちゃ冷えてる。で、何より今日1日目で何も知らんのに、もういきなり配膳任されて、で、しかも途中でなんか最初2組だったのが途中っていうかもう始まってもうすぐにもう2組お願いみたいな。いや、私の最大限ホテルで受けたことのある知識を用いて、お出しするみたいな。いや、メニューもねもらって、読んだけど、読んだけど、なんだろうこれみたいな。いや、まさかそんなことするだと思わなかったから別に覚えてないし、出てきてこれやるみたいな。出すときなんだかわかんない料理をスープですみたいな。ホテルのコップとか部屋のコップ、ホテルの部屋のコップ気になんじゃん。でもなんだろう、全部気にした方がいいんじゃないみたいな。だからもう気にしなくていいんじゃないみたいなね。手洗うっていうあれがないし、そういうものなのかな。一旦寝ようかと思ったけど、今日やったこと忘れちゃうから、もう年だからまとめてから寝ます。おやすみ。お風呂場が汚すぎるから自分でカビキラーで掃除します。めっちゃ汚いからもうほんと。乾杯。うま。キンキ。今日のうちあれメニューが変わってた。みたいな。メニュー変わるのみたいな。座ってきれいみたいな。あとテーブル拭いた時にね、アルコールでシュシュシュってやって拭いたんだけど、おじちゃんにもうそれね水拭きでいいからみたいな。木の艶がなくなるからみたいな。木の艶お疲れ様でございます。うま。明日日曜日忙しいらしいの。朝なんと明日朝6時から仕事で、今22時までやったのよ仕事。今食べんじゃん、もうすぐ寝れないじゃん。初日にだってね、もうはいこちらアワビです。アワビの何なのさみたいな。いや私別にそんなつもりで来たわけない。なんでこんなことしないと思ってさ、どうしてと思ってはめられたわみたいな。おはようございます。結構頼まれた朝ごはんのビュッフェのやつ行ってきます。もうねほぼ一睡もできず。保有できないかな。なんかこの部屋
なんだろう。わかんないね。まあなんか朝早く起きなきゃいけないってプレッシャーあるのか、寝ようと思ってもなんかカタカタみたいな音。でもあれ楽しかった。なんかね、あれ、客観的に、こう、モーニングビュッフェをいっぱい取る人たちとか見て、食べたくないっちゃ食べたくないね。食べちゃうね。どうでもいいね。失敗。こうてね。むくめばいい。むくみ。ピリッと辛い旨辛シーフード。だって。しんどいやろ。いやさ。気遣いが違うの。これ見て、ほら。韓国で作ったやつ。かわいくね。じゃん。美味しいのこれ。いただきまーす。本日もお疲れ様でした。乾杯。うまっ。4日で2キロダイエットだよ。安定にまずい。リゾートとは軟禁されることだから。人間の住めるとこじゃない。なんかおばちゃんが、これ腐ってるからもうダメだね、捨てるみたいな。腐ってんの置いたのに手出す気だったのね。怖くない？恐ろしい。恐怖。これ飲んだ瞬間にイチゴのなんかミルクシェイクみたいな。だからさ、もう30分後に、どうにもこうにもお腹痛くて、我慢できないみたいな。トイレ走って駆け込んで。これさえあれば生きていける。で、今日の夕飯めっちゃいいの見つけたの。ほら、見て。ジンギスカン。これ焼こう。できたんじゃない？ほら。ジンギスカン、もやし、煮みたいになってる。分かった、お休み一日。とりあえず、なんかこの辺から脱出できて。お散歩して、誰もいないし、音楽ガンガンかけて歌いながらカラオケ大会して歩いてた。派遣会社にめっちゃ文句言ったじゃん。文句っていうか意見よね。システムがおかしいじゃん。そういうそれでやらしちゃうみたいな。知らないことできないもんね。なんか一生懸命勉強して一生懸命さ調べて YouTube とかさやり方とか勉強してさ覚えようとさ必死になってさなんか勉強した終わったわけよ。なんだろう、修行できた。見てうまそうじゃない？うまそうじゃないか。でも私にしてはもうこのあったかいご飯みたいな。ついにはその派遣会社にさ派遣会社の人電話したの。2人としてそれでいいんですかみたいな。逆にみたいな。昨日から始めたランニング。今日もやってみた。もう鬱にならないためには何だろうっていろいろ調べた結果、運動じゃん？今更よ、私7日も働いてんじゃん。なんか、できたらでいいんだけど、なんか空いてる、なんか飲み物が少ない人、なんか空いてる人には声かけてみたいな言われて、言ってるよ、私。1日目から。てか、それは教えてもらわなくてもできるじゃん。普通の生活してたら。そのぐらい知ってるわ。やるわ。それやらなくて、そういうのだろうなと思ってやるじゃん。知ってるよ。そうじゃないんだよ。
更新。帰ります。狂っちゃう。狂ってるか。私の方が早く散ったよ。最後の晩餐。なんか考えれば考えればなんか何だったんだろうね。ただのそれは駒使いだろうなと思ったけどさ、駒すぎるよね。やったけどね。できたしね。できるようになってたしね。こんなにつまんないんだから自分で楽しくしようと思って、お客さんとコミュニケーションを取りに行ったりとか、ちょっとでも楽しく仕事できるように自分なりにやったのに、あの仕打ちじゃん。私が嫌だったのは最初のそんな何の教育もなく立たされて恥をかく羽目になった。あれはありえないじゃん、まず。私に対しても失礼だし、何よりお客さんに対して失礼だもんね。何より。不信感と、このホテルは大丈夫みたいな。大丈夫ないけどね。こんなんでいいのみたいな。プライドないの？Google の口コミでやっぱりそう書いてあるしさ。なんかレストランが良くないみたいな。そりゃそうだよ。あんなにさ、みんなムスッとして帰るみたいな。帰るぞ！もう脱出します。無事に脱出できました。泣きそう。到着したよ。待って、めっちゃ天気よくなってきたんだけど。やば。じゃじゃーん。ほら。錦帯橋。ゲット。現金しか使えなかった。開放。いいね。癒やし。ジェットクリーム食べる？ね。桜餅ソフトを桜の切った葉桜見ながら食べる。あんこの味と桜の味。じゃあのっけ乗って上行って後ろ行ってスタンプゲットだぜ。以上まで山道行く？山道行こう。もう海飽きた。山登ろう。山いいね。結構大変。いた。見えた。じゃーん。岩国町。いいんじゃないですか。でもさっきの下からの方がいいね。こいつ入ってね、反抗そう。押すよ。お。できた。わあ、めっちゃ高。これでもさ、白攻めは無理だね。すぐにやられちゃう。景観目的で移動してきた場所があって、本当の定食区はこっちなんじゃない？ほら、旧定食台ここにあったんだよ。じゃーん。山あり谷あり。人生やね。いや、谷しかなかったけど。来た時とよかった。その天気良かったよね。なんか
ってきちゃった。さっき雨降ってたのがパラッと吹いたし。広島行きはそこの2番バス乗り場だけど、ちょっと人がいっぱいだから頑張ってここで雨宿りしつつ、ちょっとホテル探したいと思います。広島行きのバス来た。とりあえず広島のホテルも今押さえたから、今日も岩国バスをご利用くださいましてありがとうございました。だよ出口。でもなんかね、優しく教えてくれた人はさいたからさ、なんかそれだけはなんか申し訳ないなって。ここです。オープン。ああ、もういいんです。これでいいんです。ありがとうございます。いつの畳だよみたいなさ、あの部屋、もう座ると畳のカスがいっぱいつくやつ。窓何も見えなくてもいいんです。それでいいです。見えなくたってもうね、空見えますから、ありがたいよ。お料理教室の先生で、めちゃめちゃご飯美味しくてマジ涙出そうてか出てた。おはようございます。ちょっと朝のお散歩。ここからがいいこと起きますように。ほら素敵。どうすんだろうね。また着くのかな。スペシャル。じゃあお料理教室行ってきます。来たって感じで、部屋お任せプランがまさかの和室。意識はいい？和室やん。お、でもさ、お風呂さ、ちゃんとさ、あれよ、草付き。和室から移動できたと思ったら和室だけど、まあ、広いからいいか。雨です。雨女です。ね、せっかくだからお好み焼きも食べたいなと思って、ちょっとお腹空かせるためにちょっと歩きたいと思います。ちょっとだけ YouTube やってて酒飲む動画を撮ってます。ぜひやってください。意外となんか誰か見てくれるもんだなと思って楽しいです。はい。いただきます。あっち行ってあげて、お客さんの中に入られたら、実は中があるでしょ。出しっぱなしだと料理出したりとかするのに一本溶けてもいけないし、そうでスリッパ、これがスリッパなんで。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとう。
でなんかちょっと量多かったから一人で食べれますみたいな、なんか声かけてくれたり、なんかすごいね、優しくていいお店だった。海外旅行好きだけどさ、やっぱり世界が平和じゃないとさ、海外旅行ってできないし、ほんと平和であってください。今のなんか期間限定さくらんぼ味と、あとね、あれです、大人のもみじまんじゅう、なんかエスプレッソってもみじまんじゅう。ほんとだ、なんかさくらんぼだ。おはようございます。雨降ってる。ちょっとね、歩いて17分ぐらいバスセンターまでかかるんだけど、小雨っぽいんで、サクッと行って、ちょっとね、バスのチケット買おうと思ったら、多分1時間前までしかネットで買えなくて、なんで、直接行って買いたいと思います。伊豆のも雨かな。本当はね、宮島とかもね、広島いいんだけど、行ったことあるし、今回はね、行かずですが、またね、のんびり来れるときはね、鹿と戯れたいよね。ありがとうございます。このバスは中国自動車道到着。めっちゃ雨降ってる。ありがとうございます。めっちゃ懐かしい。乗って乗り換えていきます。値段乗り換えがまさかの雰囲気はあるし、めっちゃ雨。駅のコインロッカー500円しかなかったけど、だったら300円だったから、ここでとりあえず背中の荷物を下ろし、なんかビームスがね、ここにしかないやつがあるみたいだから、ちょっとそれ見てから行こうかな。霧がかってて幻想的。いつも会社到着。びっくりだね、まさか来ると。なんか木の感じですね。素敵。後ろのとこ。ちょっとお参りしてきます。第1番、いよいよ公園に結ばれる生き生きとした暮らしの都市で、本当出だし不調だったんだけど、めっちゃ旅行よい。ここで立ってお参りされるということは、神様と真正面向かい合えるというところなんです。ここだけです。正面向かい合えるのは、ですので、ここで改めて2礼4拍1礼でお参りがしていただきたい。こっち向いてるから、こっちで正面で改めてお参りするんだって。ほら、こっちだったよ、しめ縄。こっちは何、どこわかんない。これを想像してた。さちゃん何してんのかなと思ったらさ、見てみて、日本酒発祥の地だったんだ。
戻ったからどうだっけ、松江の方に行きます。なんかね、ようやく晴れてきた。遅いよ。混んでる。そこにしよう。バス待ってるのめんどくさいから歩いて行きます。あっち。待って、この道結構さ、しんどくない？バス乗ればよかったかな。ね、いいね。昔ながらな感じ、素敵。ほんとなんか京都っぽい。あ、ここだけどあった。ここなんだよね。どうやったらいいんだろう。なんかさ、昔のお家。なんかお店もいっぱいあるから、ちょっと見つつイオン行って、今日もズボンがあったらおズボン買ってね、さっき教えてもらったカレー屋さん行こうかな。でもさ、ご飯屋さんもいっぱいあって美味しそう。ここら辺らしいんだけど、普通観光客来ないよね。カレー屋さんでした。なんかそのおすすめされたカレー屋さん行ったんだけど、めっちゃ個性的すぎて面白かったけど、なんかすごかったね。もう何、すんごいお天気です。すんごい気持ちいいんですけど、何ですかね、現存する天守閣ですから。あ、石垣が素敵じゃない。国宝松江城、素晴らしいね。松江城、松江城おお、すごいね。ほら、鉄砲撃つとこ。あ、ほら、石落とすとこ。石落とす。外部分を交互に配置することで大規模転送機。めっちゃ雰囲気いい。散歩に来てたとこ。小泉八雲を好んで来てたけど、この狐の中で一番これがどっちが好きだったって見てきた。素敵じゃないですか。
か鳴らしてんの？鳴ってるの？BGM？今ね、もう松江気に入りすぎて、もう一泊することにしました。また明日もお散歩しよう。本日のランチセットにします。スペアリブ、たけのこも美味しそう。いいですね。美味しかった。熊野大社。サザレ石だよ、サザレ石。なんかね、ここまで案内して、あとゆっくり見ておいでって下ろしてくれて、すみません、ありがとうございます。失礼いたします。あら、素敵ね。参拝する？ね、ちょっと参拝します。この雰囲気がパワースポットって感じ。出雲大社とかの神様をはじめ、神々の真なる神、なんか神様の神様みたいな、すごい強力パワースポットね。なんか違うもんね、雰囲気が。ここが八重垣神社。なんかね、占いができるみたいと、占い用紙を社務所で買って占いのところに行きます。鏡の池に落とし物は拾えないからね、注意して。お、10円かさ、100円がないから、ごめん、50円。努力すれば幸福つかむ、北と西基地。3分20秒。両円早く。でも半分のね、50円しか払ってないから、ちょっとどうだろう、ご利益。ミートショップ来た。めっちゃ並んでる。はい、大人気ですね。オッケー。あ、アフアフ。熱々でミンチがたっぷり。うん、本当だ。ね。だけみんなが買う。うんうん。これすごいですね。コロッケなのになんかメンチカツみたい。味が美味しいよね。夜ご飯はちょっと行きたかったお店を予約できたから予約して、その前にちょっとね、今日夕日が絶対今日綺麗に見えるよって教えてもらったから、ほら、なんか完璧な気配じゃない？湖に沈むのはちょっとあれか、場所的に。でもほら、それがなかったらここに来ることはなかったからな、それも一つね。まあなんだ、運命だと思って、これ出来事を乗り越えなければこの夕日は見えなかったと思って受け止めております。じゃあ今日は日本酒を飲むぞ。おう、あ、ここだ。16番行ってみます。おはようございます。とりあえず一旦荷物を置いて、またご案内していただけるってことなので、それまでちょっと
お散歩したいと思います。時間あるからこれ面白そうだからねなろう。これ稲荷橋と言います。この橋は平成ねえねえめっちゃ面白かった。昔の日本銀行だったんだって。ちょっと覗いてきます。わーい。写真の瓶にちょっとずつ乗せて、はいこれをこれがタレタレをかけて、あ、じゃあここで食べるんですね。そう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 。へーそれでもしあれだったら、あれなんだっけ、ここに残るじゃん汁が。はいはい。でそれを次のお皿にああ、かけて、どんどんどんどうんんやっていくんですね。でへえ。これはそば湯。これをかけるのもいいし、その最後に残ったお皿のはい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 また入れるといい。なるほどなるほど。ありがとうございます。いただきます。しっか月承寺。なんかあれだね、見たことない感じのあれ雰囲気。大東温泉できます。昔ながらの感じ。もうなんか地元の人としかいない感じだったけど、めちゃくちゃ良かった。でなんかね、お城が見えるよって言われたんだけど、8600円ぐらいだったかな。しかもほら見て見て、城めっちゃ見えるんだけど、やば。ゲストハウスの人に教えてもらったおでん屋さんが週に2回しか開いてないみたいで、ちょうど今日がやってる日で、ホテルの近くでやってたらそこに行きたいなって思います。雰囲気的に動画はまた今回撮れないんで、写真忘れずに撮って感想で行きたいと思います。いい感じじゃない？外人さんなんだけど、こっちで働いてる日本語ペラペラのね方がいらして、その方とずっとめっちゃ喋って、何時でも9時でしょ、だから6時に来たから3時間くらいおしゃべりしながらご飯食べました。お腹いっぱい、美味しかったしさ、やっぱり島根の人は島根の人、松江の人はさ、すごい優しくてさ、素敵なご夫婦のお店に行って飲むことができました。松江城バイバイ。また来るね。はあ、素敵な街だった。カフェがいっぱいあるから、なんかスタバもできんのが遅かったみたいな。ああ。で鳥取が一番最後だったはずだ。スタバが。はい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 。ああ、その前があっちかな、島根かな。あ、じゃあこっちの方が早かったんですね。あ、そう。8だったんですね。はいはいで、お城のお殿様、松平公が、はい愛公がお茶が好きで。ああ、そういうのもあって、じゃあ。それでお茶とお菓子が流行ってる。和菓子屋さんも多いですもんね。松江から今から鳥取に向けて、もう安く行くから鈍行で行きます。
日は、アパホテルのポイントがあったからアパホテルでポイント使ったら1泊5000円ぐらいで泊まれたんでアパにしますから聞いたら、このねくるりんバス100円で乗れるやつね、緑のやつに乗ればいいってこれか到着。なんでこんなに人いっぱいだろうで崩れちゃってはいるみたい。なんかもうやばい山だねこれ結構大変なやつだ。これは石垣好きにはたまらん石垣だね。わかる？わかんないね。見てるか。あ、ほらなんか不思議な、ここもさ、なんか丸みを帯びてて、そこも丸みを帯びてて、どっちも丸い。ほら、不思議。へえ。これでも大変だよね、積むの。このさ、まっすぐならまだしも。あら、意外と広い。1軒目飲んだんだけどちょっと微妙すぎてここはカットで2軒目に行くかどうしようか。ラーメン食べたんだけどなんだろう、牛骨まずくはないけどだから感動するほどでもないみたいな感じで終わっちゃいました鳥取に馴染めてない鳥取なんだろう、わかんない。鳥取の良さをまだいいところを見れてないだけかもしれないけど、鳥取何があるの？鳥取教えて。急に行ってきます。この上を登ったら先なの。こんな感じだよ。うわ、大変だね。不思議なところ、あそこ登れるの？あんなね。とりあえずあそこのねてっぺんまでせっかく来たから行っとくか。おじちゃんから塩飴もらう、塩レモンキャンディーもらった。なんかねビルの15階建て分あるんだって。やば。なんか足持ってかれてさ全然進まんよ。なんだこりゃ。見たくなってて海だ。砂めっちゃサラサラ。私のチケットをゲットして一旦ホテル戻ります。1軒目飲んできたんだけど、美味しかったんだけどなんかちょっとねなんか遅すぎて隣のおじさんとか帰っちゃったし、なんか総じていまいちだったんでちょっとここもカットかな。で次なんかホルモンうどんが有名みたいだからちょっと一瞬見て食べれそうだったら食べてみたいな感じにしようかな。2軒目ホルモンうどんを食べてきて、お腹いっぱい。おはようございます。昨日も飲みすぎ食べすぎだったんでちょっと散歩してカロリー消費したいと思います。しいたけ弁当一つください。しいたけ弁当じゃじゃん。おお、しいたけいっぱい。なんだっけ。
他に類を見ない椎茸の王様だって。でも美味しそうじゃない？めっちゃ椎茸。それは美味しいよ。一番乗り場。ここから三宮10時40分のバスに乗って三宮に行きます。今日はね、やっぱり月曜日だからちょっと人が少なくて、砂丘も昨日めちゃくちゃ並んだけど、今日は全然並んでなかった。ホテルさ、ここだったんだけど、でもさ、値段がさ、4568円っていう、激安だったんだろう。で、どういうことなんだろう。チェックインします。オープン。全然平気じゃない？ほら。よいしょ。ちゃんとベッドしてるし、なぜかなんか椅子がいっぱいあって、意識はね、全くゼロだけど。ね。だって、ね、これで4500円は全然、OK。全然ありじゃないね。めっちゃ坂なんだけど、どういうこと？降ってきたし、すごい雨。乗れなかったやつ。まさかね、平日はロープウェイの時間が早く終わるっていう、私と同じようなことやった中国人の方もいらっしゃって、ね、一緒に話して残念だねって言ってお別れしました。何しに来たんだろう、神戸。じゃんじゃん、船いる。あ、こっちはさ、あれが見える。でもあれだね、神戸のあれは見えない。赤いやつ。これ買いすぎだね。これか。お姉さんにお姉さん。ちょっとだけ YouTube やってる。一人飲み取ります。うまっ。さすがに恥ずかしい。帰らへんか帰れへんから。こっちにもなんかいろいろあった。前に一緒に釜山旅行した方がランチどうって言われて、今からちょっと梅田に向かってダッシュします。リュック背負ってこんな格好で
綺麗な神戸の街を歩いていきたいと思います。昼ご飯美味しい。伸びるんですか？入れるのでいいか。お、なんか狭くない？他の赤に比べてちょっとだけ見える。はい、いつものやつ。あ、でもね、撮ってはいるんだ。なんでそうそう、この間も韓国編をやったけど。韓国行ったんですか？そう、韓国行った。でもね、1個韓国の動画がバズって、なんか5万再生ぐらい。お久しぶりです。ラッポップセ美味しそう。これなんかすごい綺麗。めっちゃ綺麗に。これがそうそう。でもこんなにエビ入ってんの本場でもないかも。あ、すごいかも。量が出来上がり。あ、いただきます。タコもらいます。どうですか？辛い？あ、ちょっと辛い。ちょっと辛い？そうだね。ちょっと待って。美味しい。本場よりも具材がいっぱいある。めっちゃブリブリですよね。お持ち帰り食べ歩きもいいけど同じ店。面白いよね。だってここは大阪でもないし、韓国以上みたいな。で、なんでね、関西に住んでる人にさ、私が関西を教えてるか。住んでるってもうなんか私まだ観光ね、謎だよね。あ、ほら。コリアンタウン。でもこっちの方がすごい人なんだね。ね。でも私さっきのディープな感じもすごい。ね、あっちの方がさ、なんか私は好き。こっちはさ、多分食べ歩きができるやつがあったりするのかな。そう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 。グリーンなんだっけ。フォトスポット。天気がちょっとね。グリーンです。グリーンだね、すごい。グリーンです。すごいね。こんなさ、都会の大ど真ん中にこんなとこ。こんなにグリーンな人がねってるなんて。もうね、いつものやつ。外見えるのかな。おお、すごっ。景色すごっ。大阪駅も見えるし、なんかいっぱい見える。これはすごいね。
よくはよく来るんですか？はいすごいですね。これで1000円ってすごくないですか？すごいよ。すごいですよね。僕は今までありがとうございます。休日しか来なかったから初めて平日に来るけど、だけどまあ来るの珍しい。だいたい夕方出るあ、そうなんですか。ありがとうございます。びっくりした。女の子が来るの結構来てたから、さっきも女の子が来てはいはい女の子だはろ。びっくりい。私した。はそんな女の子ってことない。女の子ってほどのあれじゃん。女の子やろ。女の子でしてよ。ありがとうございます。たまたま通って1000円すごいと思って。あ、それできたの？はい。もう3軒目です。ランチ食べようじゃなくて？あ、そういうこと？はい、朝からの飲み歩いて。すごいな。あ、今日帰ります。あ、そうなの？もったいない。もっと大阪の味わってほしいわ。いや、大阪さんやっぱ僕は兵庫県だけど。私もこの後京都行きます。あ、そうなの？京都で知り合いの人が昼飲みしようって言われて。ええやん。これ黄身めっちゃ美味しい。おお、うまいね。色がめっちゃいいですよ。あ、美味しいですね。食べた？千万美味しいです。よいしょ OK です